こんにちは。今回は、マップを走っている各列車を紹介します。最初はこちら、銅板輸送列車です。編成は、貨車1両、機関1両の2両編成で、この駅から草原エリアの電子工場まで輸送しています。次は、カペリウムインゴット輸送列車です。編成は、貨車3両、機関2両の5両編成で、各駅でインゴットを積みながら、電子工場まで輸送しています。次は、シリカ輸送列車です。編成は、貨車2両、機関2両の4両編成で、この駅からアルミ工場を経由して、電子工場まで輸送しています。続いては、鉄インゴット輸送列車です。編成は、貨車8両、機関2両の10両編成で、この駅と第2工場で積載して、鉄インゴット加工工場まで輸送します。そして、銅インゴット輸送列車です。編成は、貨車7両、機関2両の9両編成で、この駅と第2工場で積載して、クイックワイヤー工場まで輸送しています。次は、鋼鉄インゴット輸送列車です。編成は、貨車4両、機関2両の6両編成で、この駅から鋼鉄インゴットの加工工場まで輸送しています。続いて、石炭輸送列車です。編成は、貨車1両、機関2両の3両編成で、第一石炭駅からこの駅まで輸送しています。続いては、コンクリート工場用の輸送列車です。アップデート8の影響で、トラックの挙動が変わったので、急遽構築した輸送網となります。コンクリート工場とこの駅を往路で原料を積み込みながら、袋で生産した製品をこの駅まで運んできます。編成は、貨車7両、機関2両の9両編成です。そして、先ほどの駅で下ろしたコンクリートは、この列車でコンクリート被覆型工業の生産工場と原子力発電所まで輸送されます。こちらは、貨車2両、機関1両の3両編成です。次は、容器入り燃料輸送列車です。燃料工場で生産された容器入り燃料を、この駅で下ろしてから、各石油工場で発生した余剰の燃料を回収し、両油モジュラー工場まで輸送します。ちなみに、アルミ工場にも下ろしていますが、使用していません。編成は、貨車3両、機関2両の5両編成です。次は、鋼鉄製品輸送列車です。編成は、貨車7両、機関2両の9両編成で、鉄と鋼鉄インゴットから生産された製品を、電子工場まで輸送しています。次は、強化鉄板と鋼管の輸送列車です。編成は、貨車2両、機関1両の3両編成で、この駅から第一石油工場に併設された加工工場まで輸送します。続いては、余剰品輸送列車です。編成は、貨車5両、機関2両の7両編成で、鉄インゴット加工工場及び鋼鉄インゴット加工工場の余剰品を砂丘砂漠の倉庫まで輸送しています。次は、第一石油製品輸送列車です。編成は、貨車5両、機関2両の7両編成で、プラスチックとゴム、そして原発用のヒートシンクを電子工場まで輸送します。ちなみに、ヒートシンクは電子工場側の余剰製品輸送列車で原発まで送られます。次は、第一電子製品輸送列車です。編成は、貨車6両、機関2両の8両編成で、
モーターとその生産で余った余剰品を倉庫まで輸送します。次は、第2電子製品輸送列車です。編成は、貨車5両、機関2両の7両編成で、コンピューター等の電子製品を倉庫まで輸送しています。次は、第3電子製品輸送列車です。編成は、貨車3両、機関2両の5両編成で、鉄板、鉄のロッド、香料の余剰を倉庫まで輸送します。次は、第4電子製品輸送列車です。編成は、貨車6両、機関2両の8両編成で、プラスチックやゴム、そして石英系の余剰品を倉庫まで輸送します。次は、第2石油製品輸送列車です。編成は、貨車4両、機関2両の6両編成で、プラスチックとゴムを電子工場まで輸送します。次は、第2石炭輸送列車です。編成は、貨車2両、機関2両の4両編成で、石炭をアルミ工場まで輸送します。次は、第1アルミ製品輸送列車です。編成は、貨車4両、機関2両の6両編成で、アルミシート、空の液体タンク、アルミインゴットを砂丘砂漠の工場まで輸送します。次は、第2アルミ製品輸送列車です。編成は、貨車2両、機関2両の4両編成で、アルミ工場と隣のバッテリー工場で生産品を積んだ後、電子工場まで輸送しています。次は、窒素ガス輸送列車です。編成は、貨車6両、機関2両の8両編成で、窒素ガスを加工工場まで輸送しています。次は、ボーキサイト輸送列車です。編成は、貨車5両、機関2両の7両編成で、各駅でボーキサイトを積みながら、アルミ工場まで輸送しています。次は、第3石炭輸送列車です。編成は、貨車2両、機関2両の4両編成で、石炭をアルミ工場まで輸送します。次は、石英結晶輸送列車です。編成は、貨車1両、機関2両の3両編成で、石英結晶を電子工場まで輸送しています。最後は、水の輸送列車です。編成は、貨車13両、機関2両の15両編成で、水を原子力発電所まで輸送しています。ここからは、マップを周回する鉄道網の紹介となります。
列車です。今は使うことがないので、ここに放置しています。
動画は以上となります。それではご視聴ありがとうございました。